はい、皆さんこんにちは。ですね、34のですね、ジグヘッドはたくさんあるんです。これなんでこんなたくさんできてきたかっていうと、どうしても状況別に使い分けをしたいというところで増えてきてしまったんですね。で一番最初に作ったのがこのダイヤモンドヘッドというジグヘッドなんですけれども、このヘッド、これで十分釣りはできるんですね。だから我々は今、この活性の高いユウマズメとかアサマズメですね、あるいはものすごくそのアジの活性が高い時ですね、これを使うようにしています。なぜならばこれバレにくいんです。バレにくいからこれを使うようにしています。で、活性がこれでどうしてもかからないアジというのが出てきてしまったんですね。で、当たりはあるけど乗らないとかいうのが出てきたんです。そこで考えたのがこのストリームヘッドなんですね。このストリームヘッド。で、このストリームヘッドがですね、今はもう本当に私のパイロットになっております。このストリームヘッドですけれども、これダイヤモンドヘッドに比べるとかなり小さく見えると思います。かなり実際小さいんですけど、これ小さくはないんです。シャンクが短いだけなんです。実はこれのゲーブ幅とこのゲーブ幅が一緒なんですね。ほとんど一緒。こういうふうに見てもらったら分かりますけど、一緒なんです。こうやってゲーブ幅が一緒なんです。ゲーブ幅というのはこの針先の幅ですね。これが全く一緒なんです。こういう。で、これよりもこっち側はシャンクといいまして、軸を短くして、しかも軸を曲げてるんですね。で、こうすることによって、すごく吸い込みが良くなって、なおかつ張り掛かりも良くなったわけです。ですから、これをパイロットにしています。これをパイロットにしてて、ものすごく活性が良くて飲み込まれたりなんかするという時に、こっち持ってくると、ちょうどいいところにフッキングするんです。で、そういう使い分けをしております。ですから、これがパイロットですね。で、このパイロットを使っていて、なんか変やけど、針に乗らないとかいう時を感じる時があるんです、私の場合。で、そういう時にはですね、このザーマメを使うわけです。このザーマメ。これはもう明らかにこれ小さいんです。ね。ストリームヘッドよりも明らかに小さくて、しかも線形が細い。線形というのはこの鋼材の直径ですね。これが0.4インチでかなり細くなっております。こっち側が0.5インチで細くなるがゆえにすごい刺さり込みが良くなっております。で、しかもバーブレスになっております。バーブレスというのはバーブがある針よりもはるかに刺さりやすいんですね。で、バーブレスにしております。となると、これでなんか変やけど当たりがないよな、わからんけども釣れないっていう時にこれに変えてやると結構釣れるんです。ですから僕はこれをやった後のフォローにこのザンマメを必ず使うんです。釣れなかった場合ですね。これを使うんです。で、これで結構拾わせていただいているケースというのは結構あります。で、こういう形します。で、これはザンマメという名の通り、その小さなアジを釣るために作った針なんですけども、これを作った当時の小さなアジというのが大体15センチ前後やったんです。で、15センチ前後やったらこれ全然問題ないんですけども、だんだん最近エスカレートしてきてですね、その15センチを豆とは言わずして、豆というのは10センチ以下だということを言われるようになってきまして、10センチ以下はそもそもこれの対象ではなかったわけです、この時代には。そこで、これでは合わないというところで作ったのが、コマメちゃんという針なんですね。もう本当にちっちゃな針です。もうこれだとアンダー10がかかります。アンダー10がかかります。で、こういうふうに、これは軸をですね、こっちよりも太くしてます。わかりますかね、見ていただいたらわかると思うんですけど、軸を太くしてる。0.51に戻してるんです。これなぜかと言いますとですね、小さなアジの口がどうしても柔らかいんですね。柔らかいがゆえに細い針でやりますと切れてしまうんですね。それでちょっと軸を太くして切りにくくしております。これはハーフバーブをつけております。ハーフバーブというのは返しのことです。小さな返しをつけてバレにくくしております。これはだから小さいアジ専門の針ということになります。そしてですね、ここにもう一つ紹介したいのが、これゼログラという針ですね。でゼログラというのがですね、これが例えば 0.6g なんですけども、0.6g のジグヘッドの中の鉛というのは 0.4g しか入ってないんです。とすると、これ 0.6g の質量はあるんですけれども、飛距離は 0.6g 分飛ぶんです。でも、0.4g よりもまだゆっくり沈むということになります。なぜならば、樹脂が外側に 0.2g 分足しされてるんで。ですから、そういうふうにゆっくり沈むということになります。だから普通のジグヘッドよりもかなりスローに釣れるんで、表層でライズしてて釣れないやつとか、あるいはレンジキープがしにくいというおっしゃる方は、このゼログラを使っていただくと非常に簡単に釣れます。非常に簡単に釣れます。びっくりするように簡単に釣れます。ですから初心者にはまず最初このジグヘッドを使っていただく方が僕は安全だと思いますので、これを使っていただきたいと思っております。で、以上が普通のアジングにおいて使われるようなジグヘッドなんですけども、一つちょっと特殊なものを作っております。
グリッターヘッドと言われるものですね。でグリッターヘッドを2種類作っております。要するにこういう風にしてラメがギタギタ入ってる分ですね。で、こちらが夜光が塗ってあります。グロータイプです。グロータイプ。これ2種類あります。で、グロータイプの方はですね、0.8 から 1.3 という一番そのアジングにおいて使うシーンの多い重さのジグヘッドを使っております。で、これなぜかと言いますと、このグローを塗ることによってアジの反応が良くなったりするんですね。もう全く何のことかわかんないんですけども、あるんです。実際釣り比べてみると、これだけ釣れるという時は実際あるんで、使ってみていただくとわかると思います。で、こちらの方のラメの方はですね、どちらか言ったら、メバルであったり、カサゴであったり、あるいはロックフィッシュであったり、ユーマズメのアジであったり、というようなところに使っていただくと非常に効果的なんですね。いろんなものが釣れます。何でも釣れると言いますかね。ここにワームを刺すだけで、もう本当にいろんなものが釣れてくれますので、カマスとか、もうやばいぐらい釣れます。カマスはほんまに腐るほど釣れます、これでやると。あるいはメバルも反応が異常にいいです。そういう風な使い方をちょっとしていただきたいなと思います。ですからこういうふうにして針のラインナップたくさんあるんですけれども、そのラインナップの中のそれぞれが使う道を広げてありますので、そういったところを考えながら使っていただくといいかなと思いますので、よろしくお願いをいたします。